いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。今日はお札のデニッシュ風を作ります。使うバターはたったの 20g。難しい折り込みはしません。バターを塗ったら三つ折りを1回だけ。デニッシュはハードル高そうって思ってらっしゃる方でも大丈夫。超簡単なデニッシュ風の作り方をご紹介します。さつまいもあんも電子レンジで簡単に作りました。ぜひ最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、牛乳、マヨネーズです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、親指と人差し指と中指の3本指でつまむくらいです。そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてこのまま10分から15分くらいブクブクと泡が立ってくるまで室温に放置します。ちなみに本日の室温は20度です。粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩、空気を含ませるように混ぜ合わせておきます。10分経ちました。イーストはこんな感じ。イーストが 1g なのでいつものようにブクブクはしてないけど、これで大丈夫です。生地を作るボウルに移します。で、35度ぐらいに温めた牛乳、粉類を半分くらい入れます。いつも言ってるんですが、大体の量で大丈夫です。混ぜます。もうちょっと入れたい。少し追加しました。よーく混ぜて、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をして30度から35度ぐらいの温かいところに10分置いておきます。私はいつものように熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。10分経ちました。ではこの中にマヨネーズを 10g 量りながら入れます。マヨネーズを軽くなじませて残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ。落ちちゃった。ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。だいたい1分ぐらい混ぜます。生地が硬いなと思ったらここでお水を少しずつ加えるようにしてください。ちょっと硬いのでお水加えたいと思います。はい、小さじ半分くらいお水加えました。それでまた混ぜます。はい、水分が全部入ってよく混ざりましたのでこのくらいで OK です。生地の状態はこんな感じです。ではボウルの周りをきれいにします。で、下から上へ返すようにして生地の表面を整えます。蓋をして30度から35度ぐらいの温かいところに今度は20分置いておきます。20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた30度から35度くらいの温かいところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。
先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして、今度は 5,6 回折りたたみます。表面を整えたら軽く慣らして蓋をして、一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。乾燥しないようにいつもビニール袋に入れています。オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。生地を仕込むときに一緒にさつまいもあんも作っておきましょう。このさつまいもね、ちょっと小ぶりなんです。私の手のひらと比べるとこのくらい、皮がついた状態で 135g あります。今回は皮を剥いて 100g から 120g ぐらいを使いたいと思います。ではまず皮を剥きます。ちょっと薄切りにします。はい、お水を入れてきました。5、6分お水に浸しておきます。はい、5、6分経ちましたので、お水を切っていつものビストロヌードルに移しました。お砂糖 20g、 塩を1つまみ、牛乳を 40g。 いっぱい入っちゃった。やだ、いっぱい入っちゃったよ。ちょっと戻そう。一応 40g ね。勢い良すぎちゃった。はい、43g あって、はい、このくらいで OK。 これね、足りなかったら後で使うので置いておきます。で、蓋をして600W で 3,4 分加熱します。はい、3分加熱してきました。ちょっと様子見てみます。細かく切ったから火が通っています。ポテトマッシャーとかで潰していきます。私が使っているのはダイソーさんで購入したポテトマッシャーです。フォークとかでも大丈夫。お芋の種類によってもね、この水分量変わってきます。今日私が使ったのはこういうの、静岡県牧之原産の熟成さつまいも紅はるか、これを使いました。3本入って138円だったの。結構安かった。なんかね、小ぶりなお芋ばっかり売ってて大きいのが売ってなかったんだけど、もっと大きいお芋だったら倍量作っても大丈夫。そしたらね、加熱時間を増やして調整してください。ちょっとこのお芋柔らかかったかな。水分が多いなと思ったら蓋をしないで電子レンジにかけると水分が飛びます。ちょっと水分飛ばそうかな。30秒加熱してきます。30秒加熱してきました。いい感じですね。冷めると少し硬くなりますので、私はね、つぶつぶが残ってる方が好きなのでこのくらいにしていますけれども、もっと滑らかなのがいい方はフードプロセッサーとかを使って滑らかにしてください。裏ごししたりしてもいいと思います。ちょっと味見してみます。美味しい。取るの忘れちゃったんですけど、今この保存容器に移しました。今まだあったかいので蓋をしませんが、粗熱が取れたら蓋をして冷蔵庫で保存します。おはようございます。冷蔵庫の野菜室に入れてから14時間経ちました。生地はこんな感じです。では台の上に移します。ガスを抜いて両面に薄く粉をまぶします。この冷たいままの生地を長方形に広げていきます。まずこう十字に印をつけて、ここから放射状に広げていくと簡単に四角く広げることができます。綿棒は中心から下へ、中心から上へ少しずつ伸ばします。時々ひっくり返してこのように伸ばしていきます。長さが35センチぐらい、横の幅が25センチぐらいに広げました。これそんなに正確じゃなくても大丈夫です。できるだけ、大きく広げてください。薄さはね、何ミリぐらいだろう、5ミリぐらいかな。ここにバターを塗っていきます。はい、無塩バターです。室温に戻しておくか電子レンジにかけてこのくらい柔らかくすると塗りやすいです。なるべくこのポマード状みたいな感じを目指してください。
でバターは3分の2のところに塗っていきます。このくらい柔らかいと伸びやすくてね、とっても塗りやすいです。はい、こんな感じで薄く塗れればこれで OK です。そしたらこの3分の1のところをまず折ります。そしたらこちら側からも3分の1折ります。角のところをきちんと揃えておきます。なじませて、では向きを変えます。また薄く粉をまぶして、こちら側も横18センチ、縦が36センチに伸ばします。このように押しながらキュッ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 と伸ばします。横もね、キュッ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 とこんな感じで伸ばしていきます。そしたらこの半分の部分にさつまいものあんを塗っていきます。さつまいものあんは冷蔵庫から出したてで冷たいとこのように伸びませんので、600ワットで30秒ぐらい温めておきました。そうするとこのくらい塗りやすいです。端っこの方にもまんべんなく塗っておきましょう。はい、これで OK です。そしたら半分のところでカットします。そしてかぶせます。はい、かぶせたらお芋が出ないように端っこのところを閉じておきますね。で、少しなじませて、はい、形を整えました。だいたい20センチほどになったので 3.3 ミリのところに印をつけて6分割にします。包丁とかピザカッターで切っても大丈夫です。スパッと切ります。はい、これで6本になりました。では成形します。両端を持ってこのようにトントントンって少し伸ばしたらネジネジです。ネジネジはできるだけ多くネジネジしています。さつまいもが見える感じにネジネジするといいと思います。閉じるときはこのような感じで裏側に持ってってピュッピュッピュッって閉じています。こちら側もピュッピュッピュッと閉じて、はい、形を整えて出来上がり。もう一本やってみましょう。両端を持ってトントントンと広げて、そしてネジネジ。さつまいもが見えるようにできるだけ多くネジネジします。もうネジネジできないなと思ったらこんな感じで両端をネジネジに合わせてこんな感じでつまんで閉じて、これで出来上がり。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。今日はバターが入っているので低めの30度で40分ぐらいから様子を見たいと思います。固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。最終発酵が終了しました。今日は50分ぐらいかかっちゃいました。デニッシュ系の時はいつも設定温度を30度にするんですけれども、今日は途中でね、庫内の温度を測ってみたら24度くらいしかなかったんですよ。なので冬の寒い時期は最終発酵の温度設定は35度くらいにした方がいいかもしれないです。オーブンは200度に予熱をスタートしました。最終発酵の目安はこうやって生地を押してみて戻ってこない感じ、これが発酵完了の目安になります。ここに牛乳を塗っていくんですけど、表面が乾燥している方が塗りやすいので、予熱が完了するまでしばらくこのまま置いておきます。はい、そろそろ予熱が完了しますので牛乳を塗ります。本当はね、溶き卵を塗った方がいいんだけど、今日の生地は卵を使わなかったので牛乳にしました。豆乳でも大丈夫です。ではここにグラニュー糖と黒ごまを振っていきます。黒ごまをパラリ、グラニュー糖はたっぷり。では200度で13分から15分を目安に焼いていきます。仕上げに塗る蜂蜜水を作ります。蜂蜜を小さじ1杯くらい、そこに小さじ半分くらいのお水を入れてよく溶かします。量はね、少ないけどこれで大丈夫。準備 OK です。はい、焼き上がりました。200度で14分焼きました。
蜂蜜水を塗る前にケーキクーラーに移していますが、天板に乗せた状態で蜂蜜水を塗った方が下が汚れないです。熱いうちに蜂蜜水を塗ります。これを塗るとね、ピッカピカになります。そして冷めるとパリパリでサクサクになります。わあ、美味しそう。完成です。今回はさつまいもを使いましたが、あんこやりんごの甘煮など他のフィリングでも楽しめると思います。作ってみたいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。